この本は一度片付けたら絶対に元に戻らない方法を書いた本です。そんなことはありえない。そう思うのも無理はありません。なぜなら、片付けたいと思っている人のほぼ全員が一生懸命片付けてもしばらくすると結局は散らかってしまう。いわゆるリバウンドに悩まされているからです。そんなあなたにお伝えしたいことがあります。まずは捨てるを終わらせてください。そして一気に短期に完璧に片付けてください。これを正しい手順で行うのです。そうすると絶対に元の散らかった状態に戻ることはありません。私の教える片付け法はこれまでの整理整頓、収納術の常識からすればかなり非常識です。ところが私の個人レッスンを受けて卒業した人は全員が綺麗な部屋をキープし続けているのです。そしてその結果、さらに驚くべきことが起きています。それは片付けをした後、仕事も家庭もなぜか人生全般がうまくいき始めるのです。実はこれが人生の8割以上を片付けに費やしてきた私の結論でもあります。そんなにうまい話あるわけがない。確かにその通りです。いらないものを毎日一つずつ捨てたり、部屋をほんのちょっと片付けたりしたくらいでは、実は大した効果はありません。でも、片付けのやり方次第では、私たちの人生に計り知れない影響がある。それが片付けというものなのです。私は5歳の時に主婦向けの生活雑誌を読み始めたことをきっかけに、15歳から本格的に片付けの研究を始め、19歳から片付けコンサルタントとして活動を始めました。それ以降、人生を通して片付けが苦手な人、片付けてもすぐにリバウンドしてしまう人、片付けたいけどどうしていいかわからない人たちに対して片付けを指導することを仕事にしています。このように私自身が片付けについて真剣に向き合ってきた経験と、たくさんの片付けられなかった人たちを片付けられる人に導いてきた経験から自信を持って言えることが一つあります。それは家の中を劇的に片付けると、その人の考え方や生き方、そして人生までが劇的に変わってしまうということです。片付けで人生が変わるなんて大げさな、と思われるかもしれませんが、本当です。子供の頃からの夢に気づき、会社を辞めて、なんと起業しちゃいました。ずっと迷っていたけれど、離婚に踏み出しました。会いたいと思っていた人から、なぜか連絡が来るようになりました。自分に自信が持てるようになって、いつでも心が穏やかです。夫婦の仲がなぜか良くなりました。なぜか3キロ痩せました。これらは毎日のように私のお客様から寄せられてくる声の一例です。それはもう本当に嬉しそうに報告してくれます。では、なぜ家の中を片付けると、このように考え方や生き方が、つまりはその先の人生までもが変わってしまうと思いますか？詳しくはおいおいお話しいたしますが、一言で言うと、片付けをしたことで過去に型をつけたから。その結果、人生で何が必要で何がいらないか、何をやるべきで何をやめるべきかがはっきりとわかるようになるのです。いつでも片付いた心地よい部屋で快適で幸せに過ごしたい。人は誰でもそう思いながら暮らしています。また、一度でも部屋をきれいに片付けたことのある人なら、この片付いた状態をどうにかキープしていたいと思ったことがあるはずです。ところが多くの人は同時に、そんなことできるわけがないと考えているのではないでしょうか。これまで何度もいろいろな片付け法を試してみた。けれどしばらくするといつも元通り。でも私は自信を持って断言したいと思います。誰にでも片付いた部屋を維持することは可能ですと。もちろんそのためにはこれまで信じてきた片付けに関する考え方や習慣を大いに改めてもらう必要があります。こう言うとなんだか大層なことのようで腰が引けてしまう方もいるかもしれませんが、大丈夫。この本を読み終わる頃には
おそらくあなた自身、すっかりその気になっているはずです。よく、私は B 型でめんどくさがりだから片付けられないとか、時間がないから仕方ないという声を聞くことがありますが、片付けられないのは遺伝のせいでも時間が足りないせいでもありません。これまで常識とされていた、例えば部屋ごとに順番に片付けていく。一気に片付けるとリバウンドするので毎日少しずつ片付ける。収納は行動動線を考えて組み立てるといった片付けに関する数々の間違った認識が積み重なった結果とも言えるのです。だから今、正しい片付け法を改めて学ぶことが必要なのです。人は誰でも完璧な片付けを一度でも体験すると人生がときめくような感覚を覚えます。そして片付けた後に人生がドラマチックに変化していくのを実感します。そうすると、もはや二度と元の散らかった状態に戻れなくなるのです。これを私は片付けの魔法と名付けました。この片付けの魔法効果は絶大です。一度片付けたら絶対に元に戻らないばかりか、新しい人生のスタートが簡単に切れるのです。一人でも多くの人にこの魔法を手に入れてほしいと願っています。こんにちは。ハッピケンことハッピー研究所のショウです。今回は人生がときめく片付けの魔法という本をご紹介したいと思います。本書はずっとご紹介したいなと思っていた本なんです。著者はこんまりこと近藤まりえさん。5歳からエッセなどの主婦雑誌を愛読し、中学生の時から片付け研究をスタート。大学在学中の19歳からコンサルティング業務を開始し、こんまりメソッドを編み出します。そのときめきをキーとしたメソッドが話題となり、2010年に出版された本書、人生がときめく片付けの魔法は、世界40カ国以上で翻訳され、シリーズ累計1300万部を超える世界的大ベストセラーに。その後もアメリカタイム誌の世界で最も影響力のある100人に選出されたり、ネットフリックスで公開されたこんまり、人生がときめく片付けの魔法がエミー賞2部門にノミネートされ、同年で最も人気のあったノンフィクション番組1位となったりと、とにかくその片付けの魔法で世の中を変え続けています。12年前、2010年出版なんですって。もうそんなに時間が経ったのかという思いもありつつも、本書の内容は全く色褪せない。むしろ今の時代にぴったりな考え方ということに改めてびっくり。本書を読んで普通に当たり前のように感動しちゃいましたもの。早く片付けたいって思っちゃいましたよ。これ本当の魔法だと思います。でも僕が感じた本書の魅力はそれだけではないんですよね。それは動画後半でお話ししましょう。本動画ではこの本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか。全部でいくつあるのかは動画の最後にお伝えしますね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。一気に、短期に、完璧に、まずは捨てるを終わらせる。一度は綺麗に片付けたつもりでも、3日もすると散らかってくる。そこに次々と物が増え、気がつけば部屋は元通り。片付けのリバウンドを繰り返してしまうのは、いつまでも間違った方法で中途半端に片付けを続けてしまっているからです。片付けのリバウンドがもたらす負のスパイラルから抜け出すための方法はただ一つ。片付けを効率よく一気に進め、できるだけ短期間に、そして一度でいいので完璧に片付けられた状態を作ってしまうことです。ではなぜ一気に短期に完璧に片付けることで正しいマインドが身につくのでしょうか。片付けを完璧に完了させると目の前の景色はガラリと変わります。
それはもう住む世界が一瞬にして変わったのではないかというくらい圧倒的で劇的な変化です。そして誰もが感動しながら決意を新たにするのです。二度と以前のような部屋には住みたくないと。ここで大事なのは意識が一瞬で変わるくらいのショックを実感するために変化は短期間で起こさなければならないということです。少しずつ長い期間をかけてでは効果がありません。一気に変化を起こすためには一番効率のいい方法で片付けを進める必要があります。もたもたしていると朝から始めたのにはっと気づけばもう夕方。その割に部屋はちっとも変わっていない。と時間ばかりが過ぎて体が疲れ、やがて片付け自体が嫌になってしまいます。こうなると中途半端な状態でやめたと投げ出したくなり、結局また元のリバウンド地獄にはまってしまうのです。短期とは私の個人レッスンの場合、最長で半年程度。長いと思われるかもしれませんが、一生のうちの半年間です。決して長くはありません。この半年間が過ぎて完璧な状態を経験した後は、二度と、片付けられない。自分はダメな人間だ。と悩むことなく生きていけます。効率よく片付けを進めるために死守していただきたいのは、絶対に手順を間違えないこと。片付けで必要な作業は、物を捨てることと収納場所を決めることの2つだけですが、捨てる作業がまず先です。さらに大事なのは、それぞれの作業をきっちり分けること。そして、一つの作業をやりきってから次の作業に行くこと。捨てる作業が終わるまでは、収納について考えてはいけないのです。多くの人が片付けがなかなか進まないことに悩む原因は、ここにあります。捨てる作業をしている最中に、これはどこに収納したらいいんだろう。この棚になら収まりきれるかな、と、収納のことにあれこれ思いを巡らせてしまい、物を捨てる手が止まってしまうから、収納場所については、捨てるが終わった後に検討すればいいのです。片付けのコツは、一気に、短期に、完璧に、そして、まずは捨てるを終わらせる。これが私の結論です。触った瞬間にときめきを感じるかどうかで判断する。あなたは何を基準に捨てるものを選んでいますか？捨てるにもいくつかのパターンがあります。例えば、完全に壊れて動かなくなったから、セットで使うものの片割れがなくなったから、など、物自体の機能が果たせなくなった場合や、デザインが古くなってしまったから、イベントの時期が過ぎた、など、旬の時期が過ぎてしまった場合です。このように捨てる理由が明確なものはまだ簡単です。難しいのは積極的には捨てる理由が特にないものでしょう。だからこそなかなか物が捨てられないという悩みに対して1年使わなかったら捨てる。一時置きのボックスを作って半年に一度チェックするなどの捨てる仕組みで解決する方法がたくさん提示されてきたわけです。でもそもそも捨てるものをどう選ぶかが主題になってしまっている時点で片付けのピントは大幅にずれていると思ってください。そのまま片付けを進めるのはあまりに危険です。かつての私はまさに捨てるマシーンでした。頭の中は片付けることでいっぱいで、どんな場所でも自分は片付けられると、何の根拠もない自信に溢れていました。当時の私の関心事はいかに捨てるか。2年着なかった服は捨てる。一つ物を買ったら一つ捨てる。迷ったらとりあえず捨ててみる。読み漁った片付け本に書いてあるありとあらゆる基準で物を捨て続け、1ヶ月に30袋近くの物を捨てていたこともありました。でも、いくら捨てても、家も部屋もどうもすっきりしないのです。それどころか、なぜかストレスばかりが溜まって、また一気に買い物をしてしまう。もちろん、物は一向に減りません。家にいる間中、何か捨てられるものはないか、余計なものはないかと、邪魔者探しに神経をすり減らし、使っていないものを見つけようものなら、こんなところにいたのか、と憎らしさいっぱいに掴んでゴミ袋に放り込む。
そんな状態でしたから、部屋にいてもピリピリしていて、全く気が休まることはありませんでした。ある日のことです。学校から帰ってきた私がいつものように片付けをしようと、自分の部屋のドアを開けると、相変わらずの雑然とした空間。それを見た途端、頭の中でプツンと何かが切れてしまいました。もう、片付けしたくない。3年間で随分物は減ったはずの、でも、居心地は最悪の部屋の真ん中で、あぐらをかいて座り込み、腕を組んで考えました。どうしてこんなに頑張ってるのに片付けられないんだろう。誰か教えて。誰に言うでもなく、藁にもすがるような気持ちで心の中で叫びました。その時、ふと部屋の中で、物をもっとよく見なさい、という声が響いた気がしました。物？毎日穴が開くほど見てるってば。ぼんやりと頭の中でつぶやきながら、そのまま私は部屋の床で気絶するかのように寝てしまいました。当時の私がもう少し賢かったら、こんな風に片付けノイローゼで気絶なんかする前に気づいていたはずなのですが、捨てることだけを考えて片付けをすると不幸になります。なぜなら、本来片付けで選ぶべきなのは、捨てるものではなくて残すものだからです。物をもっとよく見なさい。目が覚めたとき、その声の意味がはっきりわかりました。それまで私は捨てるものにだけ注目して邪魔者を攻撃するばかりで、本当に大切にするべき残すものを大切にできていなかったのです。物を選ぶ基準について私が出した結論はこうです。触った時にときめくか。物を一つ一つ手に取り、ときめくものは残し、ときめかないものは捨てる。物を見極める最も簡単で正確な方法です。何？その曖昧な基準は、と首をかしげた方もいらっしゃるかもしれません。おそらく読んでみただけではわからない方も多いと思います。ポイントは必ず触ること。例えばクローゼットのドアを開けて、かかっている洋服を眺めて、まあ、全部ときめくかな、ではいけません。一つ一つ手に取って触れてみることが重要です。物を触った時の体の反応を感じてみると、物によって明らかに反応が変わってきます。騙されたと思って実践してみてください。その物を触った時にときめくか。この基準には根拠があります。そもそも何のために片付けをするのでしょう。結局、お部屋も持ち物も自分が幸せになるためにあるのでなければ意味がないと私は思います。だから、物を残すか捨てるか見極めるときも、持っていて幸せかどうか、つまり持っていて心がときめくかどうかを基準にするべきなのです。心がときめかない服を着て幸せでしょうか？積んどくしたままの心がときめかない本に囲まれていて幸せを感じますか？決して身につけることはないと分かっているアクセサリーを持っていて幸せな瞬間が訪れるでしょうか？答えはいいえのはずです。心がときめくものだけに囲まれた生活をイメージしてください。それこそあなたが手に入れたかった理想の生活ではありませんか？心がときめくものだけを残す。あとは全部思い切って手放してみる。するとその瞬間からこれまでの人生がリセットされ、新たな人生がスタートするのです。本当の人生は片付けた後に始まる。これまで散々片付けについて書き連ねてきましたが、本当は部屋の片付けなんてしなくてもいいのです。なぜなら、片付けをしなくても死ぬことはないからです。実際、世の中には片付けなんかできなくても気にしない人も大勢いるはずです。でも、そういう人ならこの本を手に取りもしないでしょう。何かしらのご縁があってこの本を手に取ったあなたは、きっと現状を変えたい、人生をリセットしたい、輝かせたい、もっと今の生活を良くしていきたい、もっと幸せになりたいと考える極めて意識の高い人です。そんなあなたなら絶対に片付けができるようになると保証します。
片付けをしようとこの本を手に取った時点で、あなたは一歩を踏み出しています。この本を最後までお読みいただいたあなたなら、次に何をすべきか分かっているはずです。人はそんなに多くのものを大事にはできません。私なんかは全くのめんどくさがり屋でうっかり者なので、たくさんのものを大切にすることができないのです。だから自分にとって本当に大切なものだけはせめて大切にしたい。だから片付けにこだわって生きてきました。でも私は部屋の片付けなんてさっさと終わらせた方がいいと思っています。なぜなら片付けは人生の目的ではないからです。部屋の片付けは毎日やらなければならないもの。一生ついて回るもの。そういう思い込みからは早く目を覚ましてください。断言しますが、片付けは一気に、短期に、完璧に終わらせることができます。こんなに片付けについて年がら年中考えているのは、私と同じように片付けに本気でときめいて、片付けでもっと世の中を良くしていこうという情熱を持つ少数の人たちだけで十分です。あなたが本当にときめくことに大いに時間と情熱を注いでください。それはあなたの使命と言ってもいいかもしれません。あなたが心底ときめく使命を見つけるために、片付けが大いに役立つことを私は声を大にして言いたいと思います。本当の人生は片付けた後に始まるのです。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？冒頭にもお伝えしましたが、世界中の人の心を動かしたこんまりさんの考え方、本書の何がすごいって、やっぱりそのメソッドにときめきという言葉を当てたことだと思うんです。片付けのみならず、いろいろな悩みすべてに使える解決法、ときめき。これはものすごいワードですよね。自分を最優先する。自分軸で考える。そんな要素がありながらも、キラキラとした魔法のような輝きも持っている。多くを説明しなくても、一瞬で感じられるこのワードは、改めてすごいと思います。それに、実はときめき以外にも、片付けは祭り、適正量のカチッとポイント、物はあなたの味方、などなど、心が喜ぶワードが満載なんです。しかもそれらのワードに負けない、めちゃくちゃ具体的に確立された片付け方法が本書のメインコンテンツ。捨て方、片付け方、収納方法、それぞれの悩むポイントや悩んだ時の決断方法など、とにかく具体的にめちゃめちゃ細かく教えてくれていて、単なるマインドだけではない本当のメソッドになっているところが驚きです。と、いろいろ感動ばかりしているのですが、僕が一番素敵だなと思ったのは、こんまりさんが本当に片付けに情熱を燃やして、片付けにときめいているんだなって感じられるところです。こんまりさんの柔らかくてしなやかな言葉に見え隠れする熱い情熱を感じて、あ、この人についていこうって思っちゃいましたもん。本書は改訂版ということで、細かな文章の表現や伝え方のニュアンスに細かく手が入っているんですって。以前読んだという方は久しぶりに、まだ読んでいない方はこれを機会にぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム、見つかりました？チャームの数は全部で5つです。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。